おはようございます。もうすぐ消えるイギリスの鉄道会社、LNER の、クラス800です。じゃなくて、私たちが乗車しているのは、イタリアの寝台列車、インターシティ乗って、シチリア島発、ミラノ行きです。この列車は、イタリアの南から北までを縦断する、この国有数の長距離列車です。ミラノ行きの寝台列車は、まずお昼過ぎから午後にかけて、南部のシチリア島を走行。夕方頃に、鉄道連絡船に乗せられます。そして、海を渡った着車は、午後6時に、イタリア本土に上陸。そのまま夜通し、ミラノに向かって北上していきます。前回はこの寝台列車が、イタリア本土の駅に到着し、本線用の電気機関車を連結。夜の走行を開始したところでお別れいたしました。今日は、一晩経った明け方から、旅を再開します。これまで、ゆっくり歌劇団がお届けしてきた寝台列車は、朝の早い時間に終点に到着するものばかり。朝は慌ただしく、夜行列車の雰囲気を、十分に楽しめませんでした。ですが、この列車はまだまだ長い旅の途中。終点のミラノまで、あと数時間走り続けます。それよりもはっちゃん、大丈夫か？なんかさっきから、信じられないものを見たって顔してるけど。それは、あなたのことですって。私の麗しい寝顔がどうかしたか？噂のゆっくりさんの寝相、すごかったですね。むにゃむにゃもう食べられないよって寝言を本当に言う人、初めて見ました。あれすげえだろ？ゆっくりさんの、もう食べられないよって寝言を聞いた女は、かなりいるんだ。お姉ちゃんたちでしょ？で、本当に、天井に張り付いて寝てたの？それがね今回は床に転がってて、列車が揺れるたびに、ずっと移動してました。それでかなんだか寝てる間ずっと、粗道島で、巨大な岩に追いかけられる夢を見てたんだよ。その点、俺たち常識人さんチームは、実に平和だったな。常識人、なんだよ。前回までのおさらいになりますが、ミラノへ向かう、寝台列車の旅で、私たちは始発駅からトラブルに見舞われていました。イタリアで最も豪華な設備を誇る、一等個室寝台を予約していたのに、当日の寝台列車には、個室を装備した車両そのものが、繋がれていなかったんです。その代わりとして案内されたのは、本来相部屋として使用する寝台、クシェットでした。こちらの寝台は、4人用の大部屋。ベッドは、昼間の時間に使う、座席と兼用で、就寝するときは、座席にシーツを敷いて横になります。同じ場所に、長い時間座ったり、横になるため、座面が固めになっていました。だけどそのおかげで、長時間座っていても疲れにくく、寝心地も意外と良かったな。ベッドは座面を兼ねているので、個室寝台よりも幅が狭めです。けれど、おとなしく寝ていれば問題ないサイズでした。それから、イタリアの寝台列車で優れていると言われているのが、枕です。こちらも、硬さや高さがちょうどよく、私は、すぐに爆睡してしまいました。デリケートなえっちゃん先輩がすぐ寝ちゃうって、相当良かったんですね。デリケート？いやなんでもありません。イタリアの寝台列車の枕は、現地の鉄道ジャーナリスト様にも好評らしいんだ。一部の奴らは、軽くて投げ心地が悪いって文句言ってるけどな。枕投げを前提にするなよ。私たちを乗せた、ミラノ行きの寝台列車、インターシティ乗っては、始発のシチリア島から、2、30分おきに駅に停まり、お客さんを乗せてきました。昨晩、最後の駅に停まったのは、午後11時。イタリア南部のリゾート地、サレルノです。ここを発車したら、列車は、直線距離で500キロ近くをノンストップで走ります。首都のローマには止まらず、付近をかすめ、イタリアの中部地域を直接目指すのです。そして翌朝、ルネサンス発祥の地、フィレンツェから、再び細かく停車していきます。ここで面白いのが、乗車したお客さんは必ず、車中で一晩過ごさないといけないことです。寝台列車なので、乗った日の日付が変わる前に降りる、という利用ができないんです。つまり例えば、シチリア島内区間だけを乗る、とかができないわけか。特急列車の代わりとしては使えないんだな。そういうこと。
もっとも、イタリアの夜行列車の中には、座席車両を連結している系統があります。こちらは、座席車両に限り、通常の特急列車と同じ扱いで、同日内の利用ができるようです。さて、時間は午前7時。窓の外には、都市圏の通勤電車が、朝から忙しく働いています。シチリア島を発車した時は、短い編成の1階建て車両だらけだったのが、2階建ての長い電車に変わっているのが、異なる地域へ移動してきたことを実感させますね。まだ辺りは暗いですが、少しずつ明るくなりつつあります。それにしても、起床が遅くない？仕方ないだろ？私はデリケートだから、揺れてて寝つきが悪かったんだよ。夜中も何度か起きちゃったし。そうだったんですか。ゆっくりさんは、ずっと夢の中にいた気がしましたけど。列車は2、3回、急ブレーキをかけてたよな。あれで起こされたんだよ。本当に起きてる。現在寝台列車がいるのは、中部の都市、ボローニャの周辺です。ボローニャは、学問と工業の町。ヨーロッパで最も古いとされる大学、ボローニャ大学があり、イタリアはもちろんのこと、世界各国から優秀な学生が集まります。また、北部のトリノと並んで、工業も盛んです。イタリアは、ボローニャからミラノにかけての北部地域に、広大な平野が広がります。そのおかげで、大きな町が形成しやすくなっていました。したがって、人口が多く、大きな工場を建てて、大量に物を製造するのに適していたのです。しかし、工場に必要なのは、人だけではありません。原料や製品を運ぶ、輸送手段が欠かせませんよね。ということで、昔から道路が整備され、近代になると、高速道路や高速鉄道も建設されました。そんなボローニャを出発すると、ミラノまではあと3時間。気がつけば、17時間もこの列車の中で過ごしていることになります。今まで12時間以上、同じ列車で過ごすことって、めったになかったよな。ボローニャから終点ミラノの間も、寝台列車はこまめに停車し、5つもの駅に止まります。ボローニャ中央駅を発車後、間もなく右側には、高速列車の線路が見えてきました。こちらの寝台列車が走る、在来線と、高速列車用の線路は、共にミラノへ伸びています。あちらの線路は、列車が時速300キロで走行できるように設計され、ミラノとボローニャの間を、1時間で結ぶことを目的に作られました。実はこれを利用した、ちょっとした裏技が存在します。寝台列車のお客さんが、一刻も早く、ミラノに到着したい場合、先ほどのボローニャで下車し、高速列車に乗り換えると、午前9時前に、ミラノに着けるんです。寝台列車のミラノ到着は、午前10時過ぎですから、1時間以上早く、目的地にたどり着けるんですよ。私は今、これを裏技と言いましたが、この方法は、れっきとした正規の手段です。シチリア発ミラノ行きの切符の検索をすると、ボローニャで乗り換える候補が出てきますし、乗り継ぎ切符の購入も可能です。じゃあ逆に、ミラノ発の列車でも、同じようなことができるのか？ミラノ発、シチリア行きの寝台列車は、午後8時にミラノを出発。在来線を走行して、南イタリアへ向かうダイヤじゃないか。寝台列車がボローニャ中央駅に到着するのは、3時間後の午後11時だ。だけど高速列車なら、同じ区間をたったの1時間で走破する。つまり、午後8時の寝台列車を逃しても、高速列車で追いかけて、ボローニャで捕まえることが可能。所要時間だけを考えると思いますよね。でもこの方法は、今のイタリアじゃ難しいんです。なんで？だって、列車がないんだもん。午後8時以降に、ミラノからボローニャへ向かう、国鉄の高速列車は、現在存在しません。寝台列車と同じ、午後8時10分に出る列車が最終なので、寝台列車を高速列車で追いかけることができないんです。東海道新幹線と、同じ感覚で考えちゃダメなの。でも一応、私鉄特急のイタロなら、8時40分に出発する列車があるけどね。鉄道会社が違うので、乗り継ぎの保証はありませんが、理論上は、高速列車による時短技が使えます。だけどあの高速列車、ものすごく遅れやすいんだよな。イタロは開業以来、フェラーリ特急とも言われ、高級なイメージで成功しているのだけど、実態は、LCC みたいな列車なのだ。保有する列車は、一
必要最低限の編成数で、できるだけ多くの範囲に、列車を運転している。なので、もし途中でトラブルや遅れが出ると、回復が難しく、すぐに他の運用にまで、遅れが波及しやすいのである。それに、必要最低限なのは、車両だけではない。運行コストの削減を目的に、乗務員もあまり余裕を持たせていないので、急に乗務ができない人が出ると、代わりの運転士が来るまで、出発できなくなってしまう、ということもあるのだ。この間のローマで、定刻21時30分発の列車が発車できずに、随分遅れてましたよね。あれがそうだったんですか？多分な。出発時間が伸びて、90分ぐらい遅れた挙句、ついにローマで運転打ち切りっていう、ドイツ鉄道みたいなオペレーションだったな。今回、私たちが特集している、寝台列車。一時は、高速列車の躍進の陰に隠れ、車両の更新もままならず、消滅の危機にさらされていた列車でした。ところが近年は、一般のお客さんからの注目も上がり、再び需要が高まりつつあります。知ってる。自動車や飛行機より、環境負荷が少ない移動手段として、利用されてるんだよな。ニュースではよく言うけれど、実際そんな理由で選ぶ人は少数です。最近、寝台列車の利用が進んでいる大きな理由は、コストパフォーマンスです。イタリアは、オーバーツーリズムや物価高などが重なり、都市部のホテルの値段が高騰しています。そこで、宿泊と移動を両立でき、なおかつ大幅な割引料金もある寝台列車がお得な手段となったのです。早期割引があると、20時間乗れて、お値段99ユーロだもんな。対して、ローマやミラノのホテルは高いし、これまたお高い高速列車で移動することを考えると、だいぶコスパがいいよな。しかしその一方で、寝台列車は収益が少なく、国や沿線自治体からの補助金が頼りなのも事実です。ここ数年は、この補助金が列車の運行を左右するケースが少なくありません。例えば、イタリアの北隣、オーストリアの寝台列車、ナイトジェット。今や、ヨーロッパの寝台列車を代表する一大ブランドとなり、毎年ダイヤ改正ごとに新しい路線も開業させている、最も充実した夜行列車です。それに加え、2023年からは、新型車両の投入も進み、順風満帆なイメージがあります。ところがこの列車も、運転の継続には、国からの補助金が欠かせない列車でした。その一例として、ナイトジェットには、フランスの首都、パリへ運転する系統があります。2021年末のダイヤ改正で、華々しく登場した路線で、寝台列車復活の象徴として、多くのメディアにも特集されました。けれどもパリ線は、フランス政府からの補助金が打ち切られたことに伴い、共同運行会社のフランス国鉄が撤退。オーストリア鉄道だけでは経営が成り立たないので、せっかく開設したフランスへの路線は、2025年12月をもって、運転が終了することになりました。また、北欧のスウェーデンでも、ドイツとを結ぶ、国際寝台列車が揺れています。こちらの列車も、開設以来赤字が続き、政府の補助金によって、なんとか運営されていた路線でした。その財政支援の終了とともに、廃止が決定されたのです。幸いどちらの列車も、その後、補助金の再開や、新たな支援を取り付けたことにより、どうにか運転が継続されています。けれど、旅客からの収益では運営が成り立たず、政府や自治体の補助が大きく影響するという、思わぬ弱点が露呈してしまいました。しかもこうした補助金は、決して少ない額ではありません。それに当然のことながら、税金から捻出されています。となると、多くの人が納めたお金を、ごく一部の人しか恩恵を受けない夜行列車に使うのはどうなのか。いくら環境にいいからといっても、鉄道だけ政府の補助があるなんて、自由競争に反する。満席でも赤字になる事業を、税金で支援するのはおかしい。といった声が出てきます。これにより、寝台列車への補助は、額の見直しや、支援そのものが妥当であるかが、たびたび議論されてきました。そして、たとえ乗車率が高くても、国からの補助が終わると、運転が打ち切られてしまうのです。もっとも、補助の終了とともに、即運転の取りやめを大きく発表するのは、今のところ、鉄道会社なりの交渉術なんだと思う。実際、これで声を上げる人が増え、補助が再開されているから。だけど、
お客さんがきちんと乗ってても赤字なのは、健全な状態じゃないよな。寝台列車の収益が思わしくない理由は簡単。運転本数も定員も少なく、専用の車両が必要だからです。路線はだいたい、1日に1往復だけですし、夜行用の車両が走れるのは、一晩に片道だけ。朝に目的地に到着したら、次の夜の出発時間まで、寝台列車は車庫でお昼寝をしています。車内設備が特殊ですから、昼間に短距離運用など、別の運用に就くこともできません。また、寝台設備は座席よりも、清掃や準備に手間がかかります。これにも人手が必要ですので、コストが高いんです。夜間で長時間の運転となると、運転士さんや車掌さんの人件費も、かさみやすいよな。それから、夜間に長距離を走る形態そのものも、意外な弱点なんだよ。長い距離を旅する夜行列車は、道中のどこかで、工事区間に差し掛かることが多いのだ。こうした区間は大体、線路が片側交互通行状態になっていたり、通行止めになっている。そうなると、迂回や通行待ちが発生し、すぐに遅延が起きてしまう。その上、都市周辺では朝の6時頃から、通勤電車が次々に走り出す。すると、線路や駅が列車で混雑し、またまた時間通りに走れなくなってしまうのだ。寝台列車は、機関車と重い客車で構成してるから、頻繁な加減速が苦手だしな。さらに都合が悪いのが、競合する交通機関の存在です。寝台列車が走る路線には、高速バスや航空便などが存在し、旅客を集めるために、鉄道では大幅な割引運賃を設定しています。こうしたマイナス要素が重なってしまうと、どうしても運賃収入だけではやっていけません。となると、国の補助金が頼りになってしまうんです。ところでさ、今回乗ってる寝台列車は、99.9 ユーロの早期割引チケットで乗ってるよな。もしかしてこれは、その通りだ。私たちの寝台列車の旅も、財政支援のおかげで、お安く済んでるんだよ。イタリア政府さんありがとう。ピザ最高、特にハワイアン。えっちゃんお前、即刻国外追放になっても文句は言えねえぞ。ということで、長かった寝台列車の旅も、そろそろ終わりが見えてきました。ボローニャの次に停車するのは、モデナ。ここは、イタリアが世界に誇る高性能スポーツカー、フェラーリの街として、世界中にその名が知られています。鉄道の線路のすぐそばに、創業者、エンツォ・フェラーリの聖火が立っていて、現在は博物館になっています。場所は、駅の南側。北へ走る列車ですと、駅に到着する前、進行方向左側にあるそうです。私たちの個室は右側だったのと、周囲がまだ暗くてわかりませんでしたね。あれ、冬だったとは言っても、時刻はもう8時。イタリアの朝って、こんなに暗かったっけ？その理由は天気にあります。この時の天気は、なんと霧。気温は、摂氏4度です。霧と厚い雲で、空が覆われていたせいで、太陽の光が届かず、暗くなっていたんです。個室内には暖房が効いていますが、空調のない、デッキと通路は、だいぶ肌寒いです。ここはロンバルディア平原と呼ばれる場所で、イタリアでは珍しく、平地が広がる地域です。しかし、周囲を山脈に囲まれているせいで、湿った冷たい空気が流れ込み、冬場は霧が発生しやすいんです。視界が悪い中でも、寝台列車は平原を疾走し続けます。やがて天気は雨に変わり、通過する各駅停車のホームには、通勤客が多くなってきました。同じ頃、車内では、朝食が提供されます。メニューは、行きの列車と同様に、パンとビスケット、オレンジジュース、そしてエスプレッソの組み合わせです。食事は下げに来ることはなく、終点までそのままだったな。おそらく到着後に、車内清掃と一緒に片付けるのだろう。朝食を食べて、またまたのんびりしていると、列車は最後の停車駅、ピアチェンツァを帝国に発車する。次はいよいよ、終点のミラノだ。今回私たちは、シチリアからミラノまで、飛行機なら1時間30分で済むところを、20時間もかけて移動してきた。予約した客車が繋がれていないハプニングがあったのが、だいぶ前のことのように思えます。車内は思った以上に快適でしたし、なんだか名残惜しくなってきました。長い旅も終わりが見えてきて、少し寂しい気持ちになるよな。それにしても、天気はだいぶ悪いな。
車窓を覆い尽くす霧は、相変わらず濃く、すぐ近くに立つ、工場の煙突すら見えなくなってしまっている。ということは、私たちの旅の終点、ベネチアも、3日前みたいな、綺麗な晴れとはいかないだろうな。午前9時40分、大半が空室になった寝台客車に、車掌さんが訪れた。あと10分でミラノに到着するとのこと。現在地を見ると、すでに列車は、ミラノの都市近くを走行。車掌さんが案内をした直後に、通勤ターミナル、ミラノロゴレイド駅を通過する。ここから終点の、ミラノ中央駅までは、直線距離でわずか6キロ。このまま走ると、この寝台列車は、20分も装着することになる。車両は夜にまた、20時間の走行をするから、それに備えて念入りに清掃しなきゃいけないし、早く着く分には、問題ないんだろうな。しかし、イタリア半島のつま先では、20分も遅れてた列車が、逆に20分装着とは、驚きの回復だ。私個人としては、もう少し遅くても全然構わないんだけどな。そんなゆっくりさんの願いが届いたのか、快調に走っていた寝台列車は、ミラノ中央駅の手前で突然停車。終点を目前にして、信号待ちが発生します。多分、列車が時間よりも早く来ちゃって、まだ駅には、入線できるホームがなかったんでしょうね。寝台列車は終点に到着すると、車庫へ改装する運転士さんや、清掃の人が、何人も乗り込みます。特に清掃係の方は、大小様々な道具を携え、前もって待機しないといけませんから、列車が時間よりも早く来たからといって、空いている別のホームへ、到着を変更することが難しいのでしょう。10分以上信号待ちをして、ようやく列車が動き出すと、すぐに大屋根のドームが並ぶ、ミラノ中央駅が見えてきます。シチリア島から20時間。終着駅の到着は、帝国でした。なんとか無事に、ミラノまでたどり着きましたな。始発のシチリア島は、冬でも暖かい、田舎の駅だったのに、終点は、多くの人がせわしなく行き交う、都会のターミナル駅。周りには、長い編成を組む高速列車や、大きな2階建て通勤電車が並び、次々に発着していく。始発と終点で、駅の風景のギャップが大きいのも、寝台列車の旅の面白いところだな。それでは、全6回にわたってお送りした、イタリアの寝台列車の旅は、これにて終了。などと思っているそこのあなた。ダメ押しに、もう一つだけ食べてもらうぞ。いや、一つで収まるかな。次回は、今回乗ってきた、寝台列車に関わる車両について、お話ししたいと思います。では私、かなり寒いので、そろそろおいとまさせていただきます。ここまでの長旅、皆様もお疲れ様でした。さようなら。べっちゃん、そりゃ真冬のミラノに T シャツ1枚で寒いよ。